こんにちは、あつこです。今日は映画のハウルの動く城を日本語能力検定試験 N4、N5 レベルの簡単な日本語で読んでいきます。このビデオの文章は映画のセリフをそのまま書いたものではありません。私がわかりやすい日本語で映画のあらすじを説明したものです。このビデオは3つに分かれています。1、キーワードの説明。2、物語文、あらすじ。3、映画の言葉の解説。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してね。それでは始めましょう。1、キーワード。心臓。体の中にある大切なところ。体に血を送ります。応援する。頑張っている人を元気づけること。追いかける。物や人の後からついていくこと。巻き込む。人をあまり良くない出来事や場所の中に入れること。不思議。普通では考えられないような状態やもののこと。魔法。不思議な力。人ができないことをする力。魔法使い。不思議な力を使える人。特に魔法を使う女の人を魔女と言います。荒れ地。何もない乾いた土地のこと。安っぽい。値段が安いだけでなく、見た目もあまり良くないと感じるものを言う言葉。文句を言う。嫌なことや気に入らないことを言うこと。杖。歩きにくい時に手に持って体を支える棒。引っ張る。物を自分の方に強く動かすこと。かかし。田んぼや畑などにある鳥を追い払うための人形。株。白くて丸い野菜。土の中にできます。暖炉。木などで火をつけて部屋を暖かくするための場所。目を覚ます。眠っていた人が起きること。水をかける。水を何かの上や人に向かって流すこと。魔法をかける。魔法の力を人に使うこと。かけるは他のものに何かをする、影響を与えるという意味です。魔法が解ける。魔法の力がなくなり、元の状態に戻ること。悪魔。物語に出てくる悪い心を持った怖いもの。あと、何かがあった後に残ったもの。燃える。火がついて物が熱くなり、光や煙が出ること。仲間。同じ目的や興味を持って一緒に何かをする人のこと。息。口や鼻から吐いたり吸ったりする
空気のこと。吹く。口から空気を少し強く出すこと。バルコニー。家の外にある小さいスペース。2、物語文。あらすじ。今日もソフィーは部屋で帽子を作っていました。ソフィーは死んだお父さんがやっていた帽子屋で働いています。ねえ見て、ハウルの城が来てるよ。ハウル？え？どこどこ？帽子屋の店員たちが話をしています。ソフィーが窓の外を見ると、遠くにハウルの城が動いているのが見えました。ねえ聞いた？マーサさん、ハウルに心臓を取られちゃったんだって。怖いね。話をしながら、店員たちはお祭りに出かけていきました。最近、ソフィーが住んでいる国と隣の国で戦争が始まったのです。そして今日は街で軍人を応援するお祭りが開かれているのです。ふう。やっと仕事が終わったソフィーは帽子をかぶって妹のレティに会いに出かけます。街はお祭りを見に来た人たちでとても混んでいます。そのためソフィーは暗いけれど人の少ない道を歩いていました。こんにちは。何か探しているの？ソフィーがびっくりしてみると、二人の若い軍人がいます。いえ、大丈夫です。じゃあお茶でも一緒にどうですか？そう言いながら、その軍人たちは、ソフィーの前に立って、ソフィーが前に行けないように邪魔をします。その時、やあ、ごめんごめん、探したよ。誰かがソフィーの肩に手を置きました。美しい男の人です。君たちちょっと散歩してきてくれないか？男の人がそう言って指を動かすと、不思議なことに軍人たちは何かに動かされたように言ってしまいました。どこへ行くの？僕が送っていくよ。いいえ、近くのお店に行くだけですから。ソフィーが答えると、その人はソフィーの耳のそばで小さい声で言いました。僕と一緒に歩いてくれない？実は追いかけられているんだ。そう言われて、ソフィーはその男の人と一緒に歩き始めました。すると、周りの壁から変な黒い人のようなものがたくさん出てきて、二人を追いかけてきます。怖がるソフィーに男の人は優しく言いました。ごめんね、君を巻き込んじゃった。道の向こうからも上からも黒い人のようなものが追いかけてきます。もうダメだ、捕まる。そう思ったとき、男の人はソフィーを持って高く飛びました。ソフィーはびっくりします。ソフィーたちは空を飛んでいるのです。下には家の屋根が見えます。わ、怖がらないで。そう、上手だ。二人は空を歩いて
レティの働くお店の2階におりました。見つからないように、あなたは少し待ってから外へ出てね。そう言うと、男の人は言ってしまいました。ソフィーが空から降りてきたと聞いて、レティが走ってきました。え？それ魔法使いじゃないの？とってもいい人だった。私を助けてくれたの。また、そんなこと言って、世の中危なくなっているんだから、荒地の魔女もこの辺にいるみたいだよ。ねえお姉ちゃん、ずっとあの店で働くの？レティが聞きます。お父さんが大切にしていたお店だし、というソフィー。本当に帽子屋さんになりたいの？自分のことは自分で決めなきゃダメだよ。ソフィーがお店に帰った時には、もう外は暗くなっていました。そこへ誰かが店に入ってきました。すみません。今日はお店はもうやっていないんです。入り口には見たことがない女の人が立っています。ふん、安っぽい店、安っぽい帽子。あなたもすごく安っぽいわ。失礼な女の人の言葉にソフィーは怒って言いました。ここはただの町の帽子屋です。どうぞお帰りください。あら、荒地の魔女に文句を言うなんて。そう言うと、女の人は黒い服を広げてソフィーの方へ来ます。そしてソフィーは黒い何かに包まれました。この魔法のことは誰にも話せないからね。ハウルによろしくね。気がつくと周りは何もなかったかのように静かでした。魔法って何のことかしら。そう思ったソフィーは自分の手を見てとても驚きます。ソフィーは急いで鏡を見ました。本当に私なの？ソフィーはおばあさんになっていました。次の日、キングスベリーの町に行っていたお母さんが帰ってきました。ソフィー、大丈夫？ドアを開けないで。すごい風なの。映ったら大変よ。ソフィーの声を聞いたお母さんは驚きます。今日は一日寝てるわ。ベッドを出て鏡を見るソフィー。こんなおばあちゃんになってしまったら、もうここにはいられないわ。そう思ったソフィーは静かに家を出て行きました。そして山へ向かいます。でも、年を取った体で山を登るのは大変です。座って休んでいると、大きな石の間から木の枝が出ているのを見つけました。あら、杖に良さそう。ソフィーは枝を持って引っ張りましたが、枝は動きません。そこでソフィーはもっと力を入れて引っ
張ります。なんとそれは木の枝ではなく、かかしの足だったのです。かかしの頭は大きな株でできています。かかしか。でも私は株が嫌いなの。元気でね。そう言って、ソフィーはまた山を登り始めました。でも、かかしはソフィーを追いかけてきます。助けてもらったのが嬉しかったのでしょう。冷たい風の中を歩くソフィーに、かかしが杖をくれました。持つところが鳥の頭の形をしている杖です。これはいい杖だね。ありがとう。あと、今夜泊まれる家を探してくれると嬉しいんだけどね。ソフィーの言葉がわかったのか、かかしはどこかへ行ってしまいました。変なかかしがいなくなって、ソフィーは安心して、また歩き始めました。風はどんどん冷たく、強くなってきます。寒い中を頑張ってソフィーが歩いていると、大きな音と一緒に黒い大きなものが見えました。なんとあのかかしがハウルの城を連れてきたのです。そこが入り口なの？かかしは城の入り口を教えてくれているようです。ソフィーは動くお城を一生懸命に追いかけて中に入りました。中は暖かそうだし、今夜はここに泊めてもらおう。ハウルでもこんなおばあちゃんの心臓は食べないでしょう。カブ、ありがとう。城の中はとても汚れていました。暖炉には赤い火が燃えています。ただの古い家にしか見えないけど、そうソフィーが言うと、目の前の火が話し始めました。複雑な魔法だね。その魔法は簡単には解けないよ。火が話した。ソフィーはびっくりして聞きます。あなたがハウル？違うよ。僕は火の悪魔、カルシファーって言うんだ。その魔法は人には話せないようになっているね。じゃあ、カルシファー、あなた、私にかけられた魔法を解けるの？簡単さ。僕をここから動けなくしている魔法を解いてくれたら、すぐにあなたの魔法も解いてあげるよ。あなた、それ、約束できるの？悪魔は約束はしない。じゃあ、他の人に頼むわ。そうソフィーが言うと、カルシファーは一生懸命に言います。僕はかわいそうな悪魔なんだ。ここでハウルにひどく働かされているんだ。この城だって僕が動かしているんだ。ハウルと僕の約束の秘密を見つけてくれたら魔法は解けるんだ。そうしたらあなたの魔法も必ず解いてあげるよ。わかったわ。約束してよ。と言いながら
ソフィーは眠ってしまいました。一日中歩いて疲れたソフィーには、カルシファーの暖かい日がとても気持ちよかったのです。ドアを叩く音がして、ソフィーは目を覚ましました。誰かが階段を降りてくる音がします。ソフィーは急いでもう一度目を閉じました。来たのは小さな男の子、マルクルです。マルクルが青い服を着ると、マルクルはおじいさんに変わりました。青い服は魔法の服のようです。港の町だよ。カルシファーが大きな声で言います。マルクルはドアの横の丸い板を青にしてドアを開けました。丸い板は青と緑、赤と黒に分かれています。町長さんですか？マルクルが言うと、町長は手紙をマルクルに渡しました。ジェンキンスさんに王様からの手紙です。魔法使いも国のために働いてください。町長が帰ると、マルクルはソフィーを見て聞きました。誰ですか？どうやってここに入ったの？カルシファーが入れたんだよ。ソフィーが答えると、カルシファーは急いで言いました。僕じゃないよ。その時、玄関のベルが鳴りました。また誰かが来たようです。キングスベリーのドアだよ。とカルシファー。ドアを開けると男の人が立っていました。魔法を使うペンドラゴンさんを王様が呼んでいます。ペンドラゴンさんに必ずお城に来るように伝えてください。その時、窓の外を見たソフィーはびっくり。そこは王様のお城があるキングスベリーの町でした。どうやらドアの横の丸い板の色に大切な秘密があるようです。ソフィーは丸い板の色を緑に合わせてドアを開けます。すると荒れ地に出ました。黒はどこへ行くの？ハウルさんしか知りません。ドアで遊ぶのはやめてください。僕は朝ごはんの支度をします。チーズとパンを出してきたマルクルにソフィーが言います。私が作ってあげる。ベーコンも卵もあるじゃない。ハウルさんがいないと火は使えないよ。そうだよ。料理なんかやらないよ。カルシファーも言いました。言うことを聞かないと水をかけるよ。それとも約束のことをハウルに言おうか？ソフィーは小さい声でカルシファーに言うと、フライパンをカルシファーの上に置きました。そこへ丸い板の色が黒になり、誰かが帰ってきました。あの時の美しい男の人です。あの人がハウルだったのです。ハウルは料理をしているソフィーを見ると少し驚いて言いました。あなたは誰？
私はソフィーおばあさんだよ。ほら、この城の新しい掃除をする人。こんなに汚い家はどこにもないからね。おいしそうな朝ごはんを見て、マルクルは嬉しそうです。いただきます。朝ごはんをみんなで食べていると、急にハウルがソフィーに聞きます。あなたのポケットの中にあるものは何？え？ソフィーがポケットの中を見ると、赤い紙が入っています。ソフィーがその紙をハウルに渡すと、突然、その紙が燃え始めました。紙は燃えながらテーブルの上に落ちて、テーブルには焼けた跡が残りました。その後には、お前の心臓は私のものだと書いてあります。とても古い魔法だよ。しかもとても強い。ハウルは魔法で焼けた跡を消します。荒れ地の魔女ですか？とマルクル。荒れ地の魔女はハウルの心臓が欲しいのです。ソフィーって荒れ地の魔女の仲間なの？マルクルは声を小さくしてソフィーに聞きました。ソフィーはそれを聞いて大きな声で言いました。違う。私は荒れ地の魔女に。ソフィーは自分が魔法をかけられていることを言おうとしてもなぜか言えません。荒れ地の魔女め。ソフィーは怒った気持ちを変えようとしてカルシファーを鍋に入れて暖炉の掃除を始めました。ソフィー、消えちゃうよ。死んじゃうよ。カルシファーは本当に消えそうです。そこへハウルが来ました。ハウルはカルシファーに息を吹きかけます。するとカルシファーはまた燃え始めました。友達をいじめないでくれよ。ハウルはソフィーにそう言って丸い板の印を黒に合わせるとどこかへ出かけていきました。僕が死んだらハウルも死ぬんだぞ。そういうカルシファーに、私は掃除をするのが仕事なの、とソフィーは答えます。暖炉の次はお風呂場の掃除です。うわ、お風呂場もすごく汚れていました。ソフィーはお風呂場の窓を開けて驚きます。青い空に白く高い山、美しい景色が見えます。すごいカルシファー。この城はあなたが動かしているの？ソフィーは大きな声で言いました。あなたの魔法、本当にすごいわ。それを聞いたカルシファーはとても嬉しそうです。そうかな、そうかな。そう言うと大きな音を立ててカルシファーはもっと強く燃え始めました。すると城の動きが
早くなりました。ソフィーがテラスに出て景色を見ていると、マルクルも来ました。目の前には青く美しい湖が見えます。きれいだね。星の海って言うんだよ。湖の名前をマルクルが教えてくれました。あ、あそこに何かあるよ。マルクルが何かを見つけました。見ると、お城の壁から木の枝が一本出ています。マルクル、手伝って。うん。枝を引っ張ってみると、枝はあのかかしでした。このかかしはカブっていうのよ。カブは私を追いかけてきたんだね。とソフィー。城は湖のそばで止まりました。ソフィーとマルクルとカブはみんなで洗濯をします。カブは洗濯を手伝いながら時々山の向こうを懐かしそうに見ていました。3、映画のセリフの解説。やあ、ごめん。探したよ。これはソフィーが軍人に話しかけられて困っていた時にハウルがソフィーに言った言葉です。皆さん気がつきましたか？この時、ハウルの指輪が赤く光っているんです。この映画の後半でソフィーはハウルの子供の頃に行き、待っていてとハウルとカルシファーに言います。このセリフには、あの日からハウルはずっとソフィーを探していたという秘密の意味が隠れています。映画の中でハウルの指輪はいろいろな色に光ります。その色は見る人にここが大切な場面だよと教えてくれているのかもしれません。指輪の色がどんな時に変わるのか、どんな意味があるのかを考えながら見ると、もっとハウルの動く城を楽しめますよ。カルシファーが入れたんだよ。このセリフは、城の中にいるソフィーに、マルクルがどうやってここに入ったのと聞いた時のソフィーの答えです。普通ならカルシファーが守っているので、勝手に人が城に入ることはできません。では、どうしてソフィーは入れたのでしょう。その秘密はカブの杖にあります。カブはソフィーに鳥の頭の形をした杖をプレゼントしてくれました。ハウルは時々黒い鳥の姿になる魔法使いです。カルシファーはソフィーが持っていた杖を見て、ハウルが帰ってきたと思ってしまいました。だからソフィーを城の中に入れてしまったのです。この杖はソフィーが受け取るときと城に入るときにアップで映されているんですよ。宮崎監督はこんな小さな場面にも意味を込めて物語の仕掛けを作っていたんですね。今日のビデオはいかがでしたか？あなたが楽しく日本語を勉強するお手伝いができていたら嬉しいです。今日も日本語を
勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても励みになります。単語などの解説のついたビデオと解説なしのお話だけのビデオもあるので、そちらもぜひ見てみてください。では、またね。